皆さんこんにちは。現代アーティストのクリスです。日本のオタク文化はゲームや漫画だけではありません。まだ見ぬオタクと出会うため Here we go。 これはどういったものになるんですか？どういったもの、はいジャンルがわからないので、動くオブジェなんですかね、なんですかうーね、んこれは。一応飛行機とかメカとか、スチームパンクって言われている、そういうようなジャンルになるのかなとは思うんですが、自分自身はあんまりそういうのこだわってなくて、歯車とか、そういうもので動くメカが好きで、タコラスっていうのは自分のイニシャル、イニシャルで、はい、イニシャルをもじって名前にして、はいどこの国の作家さんかわかんない方が想像力膨らむので。独特な動きをしたこちらの作品はタコラスといって、アナログチックな機械によるファンタジーな世界をコンセプトに作られた小出さんオリジナルのオブジェなんです。この絵も描かれてらっしゃるんですか？もともと絵がスタートで、そうなんですか。映像にしたり、はい。立体にしたりっていう感じで展開をスタートはじゃあこちらから始まってそのものを一回ラフで描いた後、はい。実際こんな感じの外観にしたいなっていうのを、うんパソコン上で製図というか、イラストレーターのパスでちゃんと組んで。未知の世界観を表現するタコラスの制作は、イラストでデザインを描くところから始まります。そして設計図をもとに金属加工などで使われる NC フライス板という機械を使用して、それぞれのパーツを作り、あとはすべて手作業で組み立て、作品を作っているんです。去年は魚をモチーフに花見のカサゴとかハリセンボンとかデメキンとかああいうのを作っていて、で今年の新作はこのドラゴンというのをちょっとテーマで作っていて、今来年用に今試作で作ってるのが、これがハイプリグモとちょっと戦車みたいなソースを混ぜたようなものを今試作で作っていて、今日は動作確認の演舞の動きを作る時も重心が後ろに行き過ぎてしまって軸の上にないと転んじゃうので、前に出すためにこのライトがついたりみたいに振りながらおかしい場所があったら重心調整。いや、なんか一つ一つ早く動く子もいれば、すごいゆっくりゆっくりこう動いているので、個性が面白いですね。軸をあえて斜めにして揺れるように作ってはいるんですが、揺れ方を自分でコントロールできないので、結構組み合わせでランダムな動きになるので、一個一個個性があるっていう。そういう経験はあったんですか？全然ないんで、勉強されて。勉強もしてなくて、実際作ってみておかしな場所があったら、トライアンドエラーで修正して作っていくっていう繰り返しなので、絵描く時って重心ってあんまり気にしなかったりそうですよねすることもあるんですけど、この場合はそこが崩れると軸の上から外れてしまうので、そういうのもやっぱし作ってみないと分かんないこと多いので、作りながら修正していくっていう。スイッチとかってこれ押してると、これもいいんですよ。切れ、本当だ。で入れると、電池か何かで。炭酸電池2本で。2本で動いてらっしゃる。1体作るのに大体これぐらいの大きさでどれくらいの時間がかかるんですか？デザイン自体っていうか設計図を作るのが大変で、仕事の合間にやったりとかすると3ヶ月ぐらいかかって、3ヶ月。1個できてしまえば、仕事がなければ大体1週間ぐらいあれば、1個完成はできるんですけど、やっぱし合間に仕事の合間にやっていくので、大体1ヶ月である塊ができるみたいな。なるほど。実は小出さん、オブジェの制作以外にも映像やイラストの制作、作曲までも手掛けるマルチで活動しているアーティストなんです。もちろん今流れている映像から音楽まで、すべてが小出さんのオリジナル作品。見るほどに引き込まれる独特な世界観には、大人だけではなく子供も魅了され、日本の子供向けテレビ番組のデザインも担当していたんです。そんな小出さんの作品にはこんなものも。
これは何でしょうか。これは塔というかディスプレイなんですけど、はい。はい、自分のこの世界観、街なので、それを立体になるほど。こちらはすべてが木で作られており、街がゼンマイで動くというなんとも独特な世界観の作品。どうやって動いているのか、細かすぎて見ていてとても不思議な感覚になりませんか？他にも時計の中に街が入り込んだ作品など、どれもが綿密なものばかり。これとかはまた違うマッこれチ箱の。はマッチ箱の中のマッチっていうもので、マッチ箱の中にマッチじゃなくてマッチがありますよっていうダブルアレでスタートした作品で、これはシャドーボックスといって紙を切って重ねていくっていう、はいはいはいその技法で作った雑貨です。もともとこういう細かいのが好きなんですか？たまたま作ったらはまり込んで細かくなっちゃうということなんで。オタクなポイント、このご自身の持ってらっしゃるオタクっていうのを聞いてるんですけど、歯車噛み合って連動して動くのが好きなので、持ってるものってみんなここに入ったように隠しちゃうじゃないですか。それをむき出しにしたおもちゃがないので自分で作ったんです。確かにむき出しっていうのもなんかいいですよね。ただ衝撃とかにはもちろんそれほどやっぱりむき出しなんですけど、ただその動いてるギミックが見えていて、なおかつそれが連動して動いているっていうのがちょっとロマンを感じたというので。通販とかをされてるんです通か？販は実はしてなくて、イえベント限定で。ここでしか買えないんですか？なぜかというと、一個一個みんな動きが違うので、動画で見せたやつと、そういうやつが、多分作品が結構動きがかなり変わったりするんで、イベント限定で気に入った動きの方を選んで買ってもらう。なんか絵とか見ててもその連動って言葉がありましたけど、なんかつなげていくのがお好きなのかなっていう。この中に人が住んでたりとか、いろんな設定も全部あるんで、そういうところも含めて。妄想していくのが。そうですね、妄想するの大好きですね。なんかすごい感じます、それが。皆さん、タコラスはいかがでしたか？細かい機械のあの動き、ファンタジーの世界へと僕を連れてってくれました。もうああいうの大好きです。タコラスはイベントでしか購入ができないそうです。ぜひイベントに参加してみてくださいね。動画を気に入ってくれたらいいねをよろしくお願いします。あと、日本についてもっと知りたいという方、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で。バイバーイ。